Hello everyone! 皆さんこんにちは。Brain Acupuncturist Hiro from Japan。盲目の鍼灸師ヒロです。I'm going to show you how I do makeup while blind. I'm going to speak Japanese only today, and I'm going to add subtitle here. 視覚障害のある人のメイクアップというのは日本語と英語でそれぞれ YouTube で少しずつアップされています。で、私も今日は自分のメイクを皆さんにお見せしようと思うんですが、自分自身で皆さんにそれをお見せする理由を考えました。まず一つ目、私は会社員だったことがあるということを以前にお話ししたことがありますが、その会社は化粧品を売っているところでした。そこで私はフルメイクをすることを、会社員として要求されて、後は少しずつメイクができる範囲というのを広げていったという経緯があります。そこが他の方と少し違うと思います。それから2つ目、今回は自分がどういうことに気をつけてメイクをしているかっていうのを少し詳しく説明していこうと思います。今後もメイク動画はもう少し、アップしていこうかなと考えています。私の動画を見て同じように、自分の顔が鏡を見て見られない人たちがメイクをしていく手助けになったらいいなということを考えています。それでは始めます。スタート。まずはじめに化粧下地、セザンヌの皮脂テカリ防止のピンクを今回は使います。こちらですね。これは日本の化粧品の口コミサイトでかなり評判の高いものです。もうちょっといるかしら。リキッドを手に取った後、両頬とそれからおでこ、鼻、顎、こちらに少しずつのせていって全体を広げていきます。この時、自分の肌に触れて自分の肌のコンディションを確認していきます。なんか今日はちょっと皆さんに見せるせいかいつもよりうまく塗れていないという感覚があるので、ちょっと伸びていないんじゃないかなと思う場所に下地を足していきます。優しく気持ちよく肌に触れていたいなということも心がけていますね。肌はとても繊細ですから。で、今私は肌に触っているんですが、下地が均等に肌全体に馴染んでいるかなというのを確かめていて、鼻の横が少し多いので伸ばそうとか、目の横のあたりが足りないから少しこの辺に足してみようかなっていうことを確かめています。顎と首のラインはいきなり色が変わってはいけないので、ここは少しぼかすような気持ちで指を動かしていきます。はい、では下地が終わりました。次にファンデーションを使います。今回使うのは
メイベリンのフィットミーリキッドファンデーション230番、ちょっと濃いめのオークル。ビデオの録画を停止。こちらですね。はい、こちらを使っていきます。これは私の経験上にプッシュ手に取って先ほどと同じような要領で頬とおでこ、顎と鼻、こちらにつけて少しタッピングをする感じで手で伸ばしていきます。まぶた、クリームをのせていない頬と鼻の間、目の横側、丁寧に伸ばしていきます。あるいはタップしていきます。この顎と首のラインがあまりはっきり出ないようにぼかしていきます。はい、この後にスポンジ状の、これは何と言うんでしたっけ、スポンジ状のパフを使ってさらにリキッドをなじませていきます。このスポンジはファンデーションがついていないサラのものを使っています。こうすることでさらにファンデーションのムラが減るはずです。見えていないので言い切れないんですけれど、角などを使いながら鼻の脇や目の周りといった細かいところ、口の周りですとか、こういうところを丁寧にファンデーションを伸ばしていきます。これでリキッドファンデーションが終わりました。次、今回はさらにファンデーションの重ね付けをします。キャンメイクのマシュマロフィニッシュというものです。こちらの商品になりますね。こちらは肌に優しくて化粧のノリもいいというかなり高い評価を口コミサイトで得ているようです。これはパウダーをパフに取った後、右側を半分にまずつけて、もう一度パフに取った後、左側につけていきます。これは会社に勤めている時にもともと美容部員だった先輩が教えてくださったんですけれど、化粧というのは実は肌色作りがとても大事なんだよというのを教えられました。みんなアイメイクとか口紅とかそういうものに
すごく注目しているんだけれど、プロのメイクさんは肌をいかに綺麗に見せるかということに力を入れているんだよっていうことを教えてもらったことがあります。ですから私はポイントメイクっていうのはあまり得意だとは思っていないんですけれど、こうやって触ることで肌が平均的に、色ついていくっていうのかな、そういうことなら自分でもできるかもしれないって思って、化粧をしっかりしたい時には肌色作りっていうのを少し考えるようにしています。ちょっともう少し細かいところをきれいにしたいかな。はい、ということで、2つ目のファンデーション、これも終わりました。次に今回ルースパウダーというのを使っていこうと思います。プライバシーの UV パウダーというものですね。これを使うことによって肌にツヤが出るということでした。こういう粉系のファンデーションは左右に分けてつけています。そして肌全体に馴染んでいるかを触って確認していきます。ちょっと鼻の下がまだサラッとしてないかな。目の下のサラリ感もちょっと少ないかな。そこを少し足しましょう。パウダーをのせていくことで肌がサラッとした感触に変わっていくなっていうのを今感じています。これでベースメイクが終わったんですけれど、仕上げにエットボスのカブキブラシフェイス用のものをこれから使って余分の粉を取っていったり、必要な場所に粉を広げていったりということをします。基本的には顔の中心から外側に向かってなのかな。はい、良さそうですね。ちょっとこの辺が左上の方がはい、これでベースメイクが終わりました。次に口紅です。今回は資生堂のマキアージュというシリーズのピンク227番を使っていきます。これはこんな感じで見えますか？ボトルのデザインが触っても楽しいんですね。デコボコがあってそれで好きです。口紅は筆でつけるととても綺麗につくんですけれど、失敗も多いんです。それで今回は直接唇につけて塗っていくという方法をお見せします。あまりスマートではないんですけれど、普段自分が知っていることをお見せしますね。
には歯につかないこと、それから左右の口角の部分をしっかり塗ること、そして上の唇の形っていうのが2つの山になっているので、そこを気にかけながら描くということを意識しながらしています。口紅っていうのはつき方が商品によって違うので、その辺も、人に相談しながらつけていくということが大事かなっていうのも今までで学んでいます。ちょっと待ってくださいね。次は頬紅。カネボウのコフレドールというのを使っていきます。こういうものですね。で、中身は開けるとファインダー、イメージ。露出を調整するにはダブルタップした後押さえたままにします。周りがちょっと薄めの色になっている。真ん中の赤を頬の一番高いところにつけた後、薄めの色を入れていきます。そして最後、色が濃くならないように手でぼかしていきます。次はアイシャドウですね。口紅と同じくマキアージュというシリーズのバイオレットを使っていきます。ボディはこんな感じで、蓋を開けると5色使いです。筆を3本使ってシャドウを入れていきます。まず1つ目の一番多い場所にアイホール全体に1色目を入れていきます。このブラシはかなり前にエスティローダーで購入しました。これは会社名はどちらに書いてあるのかな。かなりね、よく長く使えてます。次、2色目を今入れています。目の下のところ少し明るくなるように。筆は結構私短めに持ってしまう癖がありますね。長く持つと先の部分が定まらないぐらい、筆が肌に触れる感触っていうのを確かめて、どの辺までつけているかなっていうのを感じるようにしています。次、これが一番メインのバイオレットのカラーをアイホールの7割ぐらいかな、入れていきます。実はこのシャドウを使うのはちょっと私には冒険だったりします。というのは発色がいいので失敗しやすいんですね。ただしうまくつけられるととても綺麗な目元になるはずなんです。最後5色目ですね。一番細い筆で目の際にさっと入れていきます。
はい、これでアイシャドウが出来上がりました。次、アイラインですね。これはエリクシールというシリーズのアイライナーを使っていきます。少しだけペン先を出してちょっとかな、まつげに埋め込むように描いていきます。これはとても難しいので、よいしょ、ペン先を感じながらまつげの一本一本に埋め込むようなイメージでラインを描いていきます。喋ってると手元が狂いそうですね。で、アイメイクの最後なんですが、マスカラ。これはエトボスのものを使っていきます。マスカラというのは実はすごく失敗しやすいものなんですね。いろいろ工夫していった結果、私が見出したのはマスカラのブラシを触ってしまうということでした。あまり見栄えのいいものではないんですけれど、今日は皆さんにお見せしますね。ブラシの先を人差し指で触りながらゆっくりまつげの近くまで持っていって、非常に集中力がいります。そしてもう一度反対側につけ終わりました。マスカラは何種類かのマスカラを付け足していく、こう重ね塗りしていくとかなりうまくメイクできていくかなっていうのが私の印象なんですが、そうすることで失敗も増えてしまうので、今回は一つだけにしてみます。で、指がとても汚れてしまうので、ポイントメイクアップリムーバーで今回は落としていきます。普段は洗面台でマスカラをつけて、つけ終わったら手を洗うという方法で私は指をきれいにしてしまいます。これね、ブラシに触れるか触れないかっていうのは多分人それぞれの価値観だと思うので、これはメイクをしたいなって思っている、ね、私のような皆さんがいたら自分で試して判断して一つの方法としてよかったら取り入れてみてくださいという感じでしょうか。で、かなり私のメイクは終わりに近づいているんですけれども、こうやって化粧をしているうちに私の気持ちというのがかなり切り替わっていきます。朝の目覚め、どこかに出かけたり人に会う前のちょっとふわっとした気持ちから出かけるぞっていうスイッチが入る、そんな感じですね。で、自分にペルソナのような仮面のようなものを一つかぶって、なんか自分を演出しているような、そんな気分になります。最後、まつげをホットカーラーで少しカールさせていこうと思います。
うやってしっかり化粧して外に出かけた時なんですけれど、もしかしたら人に声をかけられる割合が少し増えるかなと思います。で、メイクをしっかりしていない時と比べて、少し言葉遣いが丁寧になったりとかっていうことが声をかけてくる人に感じられるかなって思います。で、それは私にとってとても嬉しいこと。自立した大人の女性として皆さん見てくださっているかなというのを感じて、私は化粧していてよかったなっていうふうに思います。右側のカールを終えて左側ですね。仕上がりというのは、指で確認していきます。このビューラーを使うということなんですけど、私は特に恐怖は感じなかったんですが、まつげを挟むということがちょっと怖いという人は結構私の周りには多かったですね。見えないとそういう恐怖はないのかななんて思う時があります。よし。これで私のメイクが完成しました。今日うまくいっているといいなって思うんですけど、残念ながら自分自身で自分の顔が見られないのでわかりません。もしかするとどこか失敗しているところがあるかもしれないんですが、そういう時は教えてもらえることが多いです。指摘されるととても恥ずかしいんですけれど、そういう時は謙虚にありがとうと言ってメイク直しをするようにしています。化粧がうまくいってないというのを私たちに教えることは勇気がいるかもしれないんですけれど、私たちのこういうチャレンジを歓迎してくれるという気持ちが私たちに伝われば、私たちも謙虚になってありがとうって言えるのかなって思います。では今日の動画はこの辺で終わりにしようかなって思います。皆さん良い一日をお過ごしくださいね。See you again soon!